J-Wave アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回は六本木の J-Wave スタジオからお届けしています。1ヶ月にわたる全国ツアーショパンオービットが先週3月2日のサントリーホールをもって、全16公演を終えました。お越しくださった皆さん、そして、千秋楽配信もありました。配信でご覧くださった皆さん、本当にありがとうございました。今回はショパンオービットというアルバムに紐づいたツアーでして、ショパンオービットというアルバムを1月末にリリースしたわけですけれども、それのリリースツアーと言っていいんですかね。で、最初は八ヶ岳の高原音楽堂という小さなサロンから始まり、本当にいろんな場所を回らせていただきまして、本当に楽しかったですね。今回、ショパンオービットなので、ショパンの作品と、そして僕の作品というのを行ったり来たりするわけですけど、その中にヒナステラという作曲家のあんまり、取り上げられる機会が少ないような作品ではあったんですけど、ヒナステラのピアノソナタめちゃくちゃかっこいいんでぜひ聴いてほしいんですが、とかラベルのラバルスという曲とか、そんなところも混ぜながらお送りいたしました。僕のピアノリサイタルでは割といろんな楽器をグランドピアノの他に使うことも多くて、昨年や一昨年なんかはそんな感じのコンセプトでいろいろな楽器を置いてやってましたけど、今回はバックトゥザベーシックという感じでグランドピアノ1台で、でもその中でクラシックの作品もあれば僕の作品もあれば即興もあればという感じで、とても自分が今やりたいことというのを存分にできたなという感じもしております。そうですね、初めて行ったところだと、八ヶ岳は最初とってもいい場所でしたし、もう山の中で雪が降っていてもとっても寒かったけれども、ちょうどサロンから外が見えるようになっていて、もう外が一面の雪景色なわけですね。なので演奏している時に、右を向けばお客さんがいるし、左を向けばその雪景色が広がっているというので、これは普段のコンサートホールとは全然違う刺激、インスピレーションが大変あった。あとその後は秋田にも行って、秋田はきりたんぽがやっぱ美味しいですよね。僕はきりたんぽは常々過小評価されてるなと思ってるんですけど、というのもやっぱり東京にいるときりたんぽ、東京というかね、秋田以外できりたんぽという言葉を耳にすることがないので、全然普段からメニュー、食事のメニューにあっても僕は全然喜んで食べるけどなと思ってるんですけど、そんな秋田とか、大阪、京都はよく行ってますけど、広島、香川でコンサートリサイタルしたのは初めてですね。コンサートはオーケストラとは前にやりましたけど、やっぱり僕はね、瀬戸内海が好きなんですよ。何度もいろんなところで言うけど、瀬戸内海の海の自由さと、でも内海だからこその穏やかさ、静けさ、やっぱり島がちょっとだけ遠くに点在している感じの風景というのが、なんか自由と安心感の狭間という感じがしてとても好きでして、でこの香川県県民ホールレクザムホールはもう本当に海のほとりにあるので、ちょっと散歩すればその瀬戸内海の景色を楽しむことができて、これも大変良かったですね。うどんも食べました。でその後福岡、熊本、愛知で最後が
サントリーホールで、愛知はこれもうびっくりなんですけど、ドリームシアターというバンドのキーボーディストジョーダン・ルーデスが僕のコンサートを見に来てくれて、でこれは急遽僕が開演の2時間前ぐらいに連絡して決まったことなんですけど、アンコールでね彼が飛び入りしてくれて、もう何の打ち合わせもない完全即興でこう一緒にステージ上で連弾するっていう、そういうサプライズもう僕にとってのサプライズでもありましたけど、もうありました。めちゃくちゃ楽しかったです。で彼が次の日に、同じく愛知でドリームシアターのライブがあって、僕もそれをね見に行かせていただきまして、もうめちゃくちゃ楽しみました。もう僕は中学からのファンなんでね、最高でしたね。というところで、一曲お送りしたいと思います。そんなドリームシアターでメトロポリスパート1。お送りしたのはドリームシアターでメトロポリスパート1でした。もうこの曲は僕が大学時代バンドサークルでコピーしたので大変思い出深い曲でもありますけどね。まあドリームシアター、この曲にも限らずですけど、この曲もめちゃくちゃ感想が長くて、本当かどうか、この話は本当かどうか分かんないですけど、聞くところによるとボーカルのラブリエがその感想で一回会場の外に出てインタビューを受けてまたステージに戻ってこれるくらい感想が長いみたいな、そんな逸話もあったりしますけどね。ぜひショパンオービットと一緒にドリームシアター最新アルバムパラソムニア聴いてもらえたらと思うんですけれども、
全国ツアーに話を戻すとですね、今回ちょっと新たな試みというか、アンコールで即興をしたんですよ。というのがどういうことかというと、ショパンが活躍した19世紀のパリサロンというのは、即興演奏というのが当たり前な時代で、それでお客さんとのコミュニケーションも取りながら即興演奏なんかをしていたというところになぞらえて、僕がお客さんから曲名とジャンルを別々でもらって、その曲をそのジャンル風にそこでその場で編曲して演奏するみたいなねことをやってみたわけですけど、なかなか楽しかったですね。やっぱり毎回もちろんお客さんからその場でいただくリクエストっていうのは違う曲の違うジャンルであって、なんでしょう、例えばバッハの音ゲー風みたいなのがあったり、モーツァルトのノクターン風とか、ラフマニノフ、ポロネーズ風とか、いろいろもう自分が予想ができなければできないほどこちらも面白いというかね、やっぱそういうのはライブの醍醐味だなと思いましたね。これ今夜ですね、3月8日放送の8ジャムに、出演します。くるり特集ということで、くるりの魅力を解き明かすという回なわけですけど、もう本当に恐縮なことに岸田茂さんからご指名をいただいて、もうくるりなんて言ったら音楽界にファンはたくさんいらっしゃいますから、その中で、僕が代表してくるりを語るというのを本当に僭越ながらという感じなわけですけども、僕なりに、くるりの僕の好きなところを語らせていただきましたので、ぜひねオンエア見ていただけたらと思っているんですけど、くるりは一回別のラジオでゲストで来てくださったことがあって、岸田茂さんが。でその後に京都音楽に呼んでいただいて、でくるりの岸田さんと、ジュビリーという曲を一緒に演奏して、でその後も何回かお会いして交流させていただいてるわけですけども、めちゃくちゃなんて言うんだろうな、岸田さんは音楽愛に満ち溢れていて、音楽愛と探求心に満ち溢れていて、それが非常にピュアで、ピュアと言っても自分でもおっしゃってますけど、京都人なのでちょっと癖があって、そこもとても僕は面白くて好きなんですけど、とても人間的な魅力も音楽的な魅力も満ち溢れている方ですよね。ということで、ここでもう一曲くるりのいやショパンオービットからかけてもいいんですけど、どうしましょうかね。じゃあ僕の曲は別の場所でかけてくださるということなんで、ここでくるりのニューアルバムから僕の好きな曲をお送りします。くるりで瀬戸の内。空っぽの心の隙間、瀬戸内の風通り抜け、錆びたレールをまたぐ君とおさらいした思い出とは仲良くなる、日が経つほど
良くなる飛行機雲遠く君は米粒のように星屑のように瞬く間に夢を叶えふざけ合ったこの瞬間も思い出せるエピソードを綴れよまぶたの裏で住野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。来週はゲストに小説家の浅井亮さんをお迎えします。引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。